その日、病院の廊下は静まり返っていました。がんの専門医が静かに口を開いた言葉は、たった一言でした。もう、できる治療はありません。73歳の祖父は、その言葉を黙って受け止めました。残された時間は、6ヶ月。それが、医師から告げられた命の期限でした。しかし今、あの宣告から10年が経ちました。祖父は今日も、縁側に腰を下ろし、朝の光を浴びながら穏やかに笑っています。シワが刻まれた手で湯飲みを包み、ゆっくりと一口飲む。その姿には、死の影など、どこにも見当たりません。医師たちは首をかしげました。医学的に説明がつかない。と、何人もの専門家が語りました。検査結果は正常。腫瘍は消えていた。奇跡としか言いようのない現実が、そこにありました。でも、祖母だけは知っていました。これは奇跡ではない。と、宣告を受けたその夜から、祖母は一睡もせずに考え続けました。夫を失いたくない。ただ、それだけを思いながら、そして翌朝、まだ夜が明けきらない午前5時に、祖母は静かに台所へ立ちました。誰も起きていない時間、包丁の音だけが、静かな家に響いていました。その小さな習慣が、毎朝、10年間、1日も欠かさず続けられました。愛とは、言葉ではないのかもしれません。愛とは、誰も見ていない早朝に、一人台所に立ち続けることなのかもしれません。では、その祖父とは、一体どんな人物だったのでしょうか。そして祖母は、なぜその習慣を始めようと思ったのか。次は、この奇跡の物語の主人公を、ご紹介します。1952年、戦後の混乱が、ようやく落ち着き始めた頃の話です。韓国の小さな農村に、一人の男の子が生まれました。名前は、パク・ジョンスと言います。7人兄弟の三男として生まれた彼は、子供の頃から体が大きく、よく笑う子でした。近所の人たちは、みんな彼のことが好きでした。あの子は、きっと大物になる。そう言われながら育った少年は、やがて青年になりました。父親の背中を見て育った彼は、農業の道を選びました。派手な仕事ではありません。毎日、土と向き合い、汗を流す。そんな地味で、しかし誠実な生き方を、彼は自分で選んだのです。20代の頃、彼は村の隣町で一人の女性と出会いました。名前は、イ・スンジャ。静かで、しかし芯の強い女性でした。派手なところは、何一つありませんでした。けれど、その目には、深い温かさがありました。ジョンス青年は、その目に、一瞬で心を奪われたと言います。二人は、それから2年後に結婚しました。式は、村の小さな広場で行われました。豪華な飾りも、高価な衣装も、何もありませんでした。あったのは、集まった村人たちの笑顔と、二人を祝う温かい拍手だけでした。一生、守ります。その言葉を、ジョンスは胸の中で静かに誓いました。そしてスンジャもまた、その日から、ただ一人の夫のそばに生きることを、心に決めたのです。それから、月日は流れました。子供が生まれ、子供が育ち、やがて巣立っていきました。二人だけの静かな老後が、始まろうとしていた、その矢先のことでした。運命の診断が下されるのは、もう少し先の話です。しかし、この物語を理解するために、まず知っておいてほしいことがあります。この夫婦が歩んできた50年は、決して特別な人生ではありませんでした。どこにでもいる、普通の老夫婦でした。だからこそ、この奇跡は、私たちの胸に深く刺さるのです。次は、二人が初めて出会った、あの運命の日のお話をします。昭和40年代の、ある春の日のことでした。当時23歳だった彼、キム・ジョンスは、故郷の小さな市場で働いていました。野菜を売る露店の前を毎朝通りかかる、一人の女性がいました。うつむきがちに歩く、その女性の名は奥、スニ、20歳を過ぎたばかりの、控えめな娘でした。彼女はいつも、同じ時間に市場を横切っていきました。彼はある日、思い切って声をかけました。もしよければ、お茶でも、たった、それだけの一言でした。しかし、その一言が、二人の50年を動かすことになるのです。二人は翌年、静かな式を挙げました。
派手な披露宴はありませんでした。家族が集まり、小さな食卓を囲んだだけでした。それでも、スニはその日のことを何度も語り聞かせてくれました。あの日が私の人生で一番嬉しい日だった。結婚してすぐ、2人には試練が訪れました。夫の事業が傾き、蓄えがほとんど底をついたのです。幼い子供を抱えながら、2人は極貧の生活を送りました。冬には暖房もままならない夜があったといいます。しかし、スニは一度も夫を責めませんでした。毎朝、どんなに寒い日でも、早起きして温かい汁物を作りました。あなたが元気でいてくれれば、それだけでいい。彼女の口癖はいつもその言葉でした。その後、2人は少しずつ生活を立て直していきました。子供たちも育ち、孫もできました。静かで穏やかな老後がようやく始まろうとしていました。長い苦労の末に手に入れた安らぎの時間でした。2人は毎朝同じテーブルに向かい合って座りました。温かいお茶を飲みながらその日の空を眺める。それが2人だけの小さな習慣でした。何十年もずっと変わらなかった日課です。この穏やかな朝の風景が間もなく激しく揺さぶられることになります。その転換点は2人が最も油断していた瞬間に静かに忍び込んでくるのです。その朝はいつもと変わらない朝のはずでした。2人は向かい合って座り、温かいお茶を手に包んでいました。窓の外には淡い春の光が差し込んでいました。静かで穏やかないつもの朝でした。しかしその日の午後から全てが変わり始めました。夫の顔色がみるみる悪くなっていったのです。食欲がない、体が重い、息が苦しい。最初は年のせいだと2人とも思っていました。70をよぎれば体のあちこちがきしむのは仕方がない、そう言い聞かせながら病院へ向かう日を先延ばしにしていました。しかし妻の胸には言いようのない不安が渦を巻いていました。長年連れ添った夫の変化を彼女だけは敏感に感じ取っていたのです。夫が夜中に何度も目を覚まそうと食卓に手をつけないまま席を立つ後ろ姿、その一つ一つが妻の心に深く刻まれていきました。そしてついにその日が来ました。検査結果を聞いた診察室の中で時間が止まりました。医師は静かにしかしはっきりとした口調で告げました。末期の診断です。残された時間は半年ほどでしょう。夫は73歳でした。妻はその言葉を聞いた瞬間、両手を固く握りしめました。涙は出ませんでした。ただ頭の中で一つの言葉だけが繰り返されていました。この人を絶対に死なせない。帰り道2人は何も話しませんでした。手をつないでゆっくりと歩きました。長い沈黙の中に言葉以上の何かがありました。その夜、妻は一人で台所に立ちました。誰にも聞こえないように静かに泣きながら。そして翌朝、まだ夜明け前の暗い時間に彼女は目を覚ましました。午前5時でした。誰も起きていない静寂の中で彼女は台所の明かりをそっとつけました。あの日から彼女の戦いが始まったのです。医師にもう打つ手はないと言われたその日から妻は動き続けました。古い書物を読み漁り、食材を選び、手を動かし続けました。夫を生かすために自分にできることを全てやろうと決めたのです。毎朝作るその一杯には妻の祈りが全て込められていました。夫はそれを黙って受け取りました。弱り果てた体でしかし妻の目を見て静かに飲み干しました。2人は再び向かい合って座るようになりました。今度は以前とは違う重さを持った朝として、しかしその重さの中に確かなぬくもりがありました。互いに寄り添い互いを支え合う、その小さな積み重ねがやがて奇跡へと変わっていくのです。絶望の底から始まった2人の朝が少しずつ光を取り戻していきました。あの頃2人には何の不安もありませんでした。朝になれば隣に暖かい体温があり、夜になれば同じ食卓を囲んだ、それが当たり前だと思っていました。長谷川義雄さんと妻の幸子さん、2人が歩んできた50年近い月日は穏やかで静かで、そして深いものでした。若い頃は貧しかった子供たちを育てるために2
2人で懸命に働いた。休むいとまもなく、贅沢をする余裕もなかった。それでも不思議と辛いとは思わなかった。隣に彼女がいたからです。子供たちが独立し、やっと2人だけの時間が訪れた頃、吉尾さんは初めて妻にこう言いました。これからはゆっくり旅でもしようか。幸子さんは照れくさそうに笑って小さくうなずいた。その笑顔があの頃の幸福そのものでした。2人は毎朝同じ時間に起き、同じ朝食を食べ、同じ縁側に座って庭を眺めた。特別なことは何もない。しかしその何でもない朝が2人にとっての宝物でした。そんな穏やかな日々に突然影が差し込みました。2025年の秋のことです。吉尾さんが食欲をなくし、体重がみるみる地に落ちていった。最初は疲れだろうと思っていた。年のせいかもしれないと軽く考えていた。しかし検査を受けた日、医師は静かにしかしはっきりと告げました。膵臓がんステージ4です。その言葉が診察室の空気を一瞬で変えた。吉尾さんは何も言えなかった。幸子さんも声が出なかった。ただ2人の手がそっと重なった。医師はさらに続けました。残された時間はおそらく6ヶ月ほどでしょう。73年間生きてきた吉尾さんに突きつけられた宣告でした。昨日まで縁側で笑っていた。昨日まで旅の話をしていた。その日常がたった一言で音を立てて崩れ落ちた。帰り道、2人は何も話さなかった。ただ並んで歩いた。いつもより少しだけゆっくりと。その夜、幸子さんは一人台所に立ちました。涙をこらえながらじっと考えた。私にできることは何か。薬を作ることはできない。病気を消すこともできない。しかしこの手で何かを作ることはできる。この人のそばに毎朝立ち続けることはできる。その静かな決意がやがて奇跡の始まりとなっていきます。絶望の中で灯った小さな炎は消えることなく、次の朝もまたその次の朝も燃え続けました。その炎を支えたのは50年を共に生きた深い愛と揺るぎない意志でした。幸子さんにとって夫を失うことは自分の半分を失うことと同じだった。だからこそ諦めなかった。次のパートではその揺るぎない支えがいかに2人を変えていったか、その全てをお伝えします。50年という歳月は言葉では語り尽くせないものを2人の間に積み重ねていました。喜びも悲しみも苦しみも全てを分かち合ってきた。それが夫婦というものでした。しかし余命6ヶ月という宣告はその積み重ねを一瞬で崩してしまうほどの重さを持っていました。幸子さんが最初に感じたのは恐怖ではありませんでした。それは静かな怒りでした。なぜこの人が、なぜ今なのか。その問いに答えてくれる人はどこにもいませんでした。治療の限界を告げた医師の言葉が何度も頭の中でこだましました。もうできることはありません。その夜、幸子さんは台所に一人で座り、長い時間泣き続けたと言います。誰にも見せない涙でした。夫には絶対に見せてはいけない涙でした。翌朝、幸子さんは夫の前で微笑みました。今日も一緒に朝ごはんを食べましょう。その言葉の裏にどれほどの覚悟が隠されていたか、吉尾さんはその時まだ気づいていませんでした。実は吉尾さん自身も一度だけ全てを諦めようとした夜がありました。痛みが続き、体が思うように動かず、家族に迷惑をかけていると感じていた。もういいんじゃないか、そう思った瞬間、台所から幸子さんの気配がしました。朝の4時を過ぎた頃でした。包丁の音、出汁の香り、誰のためにこんな時間に起きているのか、吉尾さんには分かっていました。自分のためだと。その音が、その香りが吉尾さんを引き止めました。諦めようとした心に静かに、しかし確かに火を灯しました。幸子さんは多くを語りませんでした。ただ毎朝同じ時間に起き、同じ手順で同じ思いを込めてその一杯を作り続けた。言葉ではなく行動で夫に伝え続けたのです。あなたに生きていてほしい。それが最大の支えとなりました。人は誰かに必要とされていると感じた時、
もう一度立ち上がる力を持てるのかもしれません。吉尾さんにとって幸子さんの存在そのものが生きる理由でした。そしてその小さな習慣の積み重ねがやがて2人の日常を静かにしかし確かに変えていくことになります。次のパートではその変化が体にも心にも現れ始めた驚くべき記録についてお伝えします。それはある朝のことでした。吉尾さんがふと気づいたのです。今日は少し体が軽い気がする。その一言は幸子さんにとって涙が出るほど嬉しい言葉でした。末期がんの宣告を受けてから何ヶ月もの間、吉尾さんの言葉は少なくなっていました。食欲もなくベッドから起き上がることさえ一苦労でした。それが変わり始めていたきっかけはある小さな選択でした。幸子さんは毎朝5時に起きて決まった食材を丁寧に準備していました。夫のためにただひたすらに同じことを繰り返していました。その行為に派手さはありませんでした。誰かに褒められるわけでも結果が保証されているわけでもありませんでした。それでも幸子さんは続けました。やめたら諦めたことになる。それだけはできなかった。一日また一日積み重ねが少しずつ吉尾さんの体に変化をもたらし始めていました。顔色が以前より明るくなっていました。声に張りが戻ってきていました。朝自分で起き上がれる日が増えていきました。医師たちは首をかしげました。数値が改善されています。その言葉を聞いた時、幸子さんは診察室で声を押し殺して泣いたと言います。変化とは劇的な瞬間から生まれるものではないのかもしれません。誰にも見えない場所で誰にも気づかれないまま毎日続けたことの中に本当の変化の種は宿っているのです。吉尾さんを変えたのは特別な薬でも奇跡的な治療でもありませんでした。妻が毎朝5時に立ち上がったこと、それだけでした。その選択が2人の人生を静かにしかし確かに塗り替えていきました。そして今最も驚くべき出来事が2人の前に待ち受けていました。次のパートでは医療の常識を超えたあの日の記録をお伝えします。あの日の朝、吉尾さんは検査室の椅子に静かに座っていました。主治医の顔がいつもと違う。そのことに妻の幸子さんは気づいていました。信じられない結果が出ています。医師がそう言った瞬間、幸子さんの手が震えました。悪い知らせがまた来る、そう覚悟して目を閉じかけたその時、腫瘍が見当たりません。室内に沈黙が満ちました。吉尾さんは聞き返しました。もう一度おっしゃってください。医師は静かに繰り返しました。画像上、腫瘍の確認ができない状態です。10年前、余命6ヶ月と告げられた男性に向かって医師は今別の言葉を告げていました。幸子さんは声を出せませんでした。ただ吉尾さんの手をぎゅっと握りしめました。その手の温かさを吉尾さんは今でも鮮明に覚えていると言います。あの時妻の手が震えていた。でも離さなかった。10年間幸子さんは毎朝5時に起きました。吉尾さんのために食材を選び丁寧に調理し、いっぱいの汁物を作り続けました。誰かに褒められるためではありませんでした。結果が保証されていたわけでもありませんでした。ただ夫に生きていてほしかった、その一心だけで3600日以上の朝を積み重ねたのです。医師たちは首をかしげました。医学的に説明がつかない、そういった専門家もいました。しかし吉尾さんにははっきりと分かっていました。これは奇跡ではない、妻が毎朝積み上げた習慣の結果だと。幸子さんになぜ続けられたのかと聞くとこう答えました。諦めたらそこで終わりでしょう。だから諦めなかっただけです。たった一言。でもその言葉の重さはどんな医学論文よりも深く2人の人生に刻まれています。吉尾さんは現在83歳。今朝も妻が作った朝の一杯を静かに飲み干しました。その日常の中に全ての答えがあったのです。次のパートでは2人が今この瞬間どのような日々を送っているのか、そして私たちが日常の中で今日から始められることをお伝えします。
よしおさんは今日も朝の5時に目が覚めます。特別なことは何もありません。カーテンの隙間から差し込む光、台所から漂うあの懐かしい香り、そして妻の静かな足音、それだけで今日も生きていると感じます。あれから10年が経ちました。6ヶ月の命と言われたあの日からよしおさんは83歳になりました。孫たちは大きくなり、今では早々の顔さえ見ることができました。あの頃は来年の桜が見られるとは思っていなかった。よしおさんはそう言いながら静かに笑います。その笑顔には苦しみを乗り越えた人だけが持つ深い穏やかさがあります。妻のひろこさんもまた今も変わらず毎朝早く起きます。10年前と同じように、いや10年前よりも少しだけ丁寧に習慣になってしまったんです。もうこれが普通なんですよ。ひろこさんはそう言いますが、その普通を作るためにどれだけの朝を積み重ねてきたか、どれだけの祈りをその一杯に込めてきたか、それは言葉では語り尽くせません。2人の日常は劇的ではありません。派手な出来事もありません。ただ穏やかな朝が続くだけです。でもそれこそが奇跡だと2人は知っています。当たり前のように過ごせる一日、それがどれほど尊いものか。6ヶ月の宣告を受けた日、2人は初めてそれを知りました。よしおさんには今やりたいことがあります。それは大きな夢ではありません。来年の春も妻と並んで桜を見ること、ただそれだけです。それで十分なんです。それ以上は何もいらない。その言葉を聞いたひろこさんは何も言わずに微笑みました。2人の間に流れた静かな時間、長い年月を共に歩んだものだけが共有できる言葉のいらない会話がそこにありました。医師には説明できなかった回復、奇跡と呼ぶ人もいます。でも2人にとってそれは奇跡ではなく毎朝の積み重ねでした。諦めなかった妻の手、信じ続けた夫の意志、そしていっぱいの朝の飲み物、その小さな日常が10年という時間を作ったのです。次のパートではこの物語から私たちが今日から始められること、そして2人が伝えたいたった一つのメッセージをお届けします。さて、この物語を最後まで聞いてくださったあなたへ、73歳で余命6ヶ月と告げられた夫、それを聞いた夫人は泣き崩れることもなく、翌朝から静かに台所に立ちました。誰かに頼まれたわけではありません。医師に指示されたわけでもありません。ただ、夫を生かしたい、その一心だけで、毎朝5時に目を覚ましたのです。その積み重ねが、1日になり、1週間になり、1年になり、そして10年になりました。医療ができることはない、といった場所で、愛が静かに仕事を続けていたのです。奇跡は、空から降ってくるものではないのかもしれません。毎朝の一杯の中に、毎日の小さな選択の中に、静かに宿っているのかもしれません。あなたの隣にもそんな一杯がありますか？あなたの日常の中にも誰かを支えているものがありますか？この夫婦が伝えたいことはきっとただ一つです。諦めない日常が人生を変えると、今日という一日をどうか大切に。